トラー率いるナチスドイツは戦争が始まる前からドイツに住んでいるユダヤ人たちをどうするかということに頭を悩ませていました。ヒトラーの論理はこうです。ユダヤ人はドイツ国内だけでなくソ連やアメリカ、イギリス、フランスなど世界中にいる。彼らは国家を持たないためよその国家に寄生し国境を越えてつながっている。そのネットワークを駆使してユダヤ人は裏から世界を支配しようとしているのだ。だからユダヤ人の陰謀をドイツは止めなければならない。しかしドイツがユダヤ人の陰謀に立ち向かえば世界のユダヤ人はいずれ連携して諸国家を動かしドイツを滅ぼすために戦争を仕掛けてくるだろう。もしもそんなことになれば我々はユダヤ人をただでは済まさない。このような妄想を抱いていました。最初の方はドイツ国内に住んでいるユダヤ人の財産を取り上げて強制的に他の国に移住させるという方法をとっていましたが、財産を持っていない移民を受け入れる国なんてなかったため、ごく一部のユダヤ人しか他の国に移住することはできていません。しかも戦争によって支配地域を広げると、そこに住んでいたユダヤ人たちも何とかしなければならなくなり、とうとうナチスドイツはユダヤ人を隔離するための封鎖地区を作り上げ、そこにユダヤ人を押し込めることにしました。これがゲットーです。しかしナチスドイツが目指していたのはドイツが支配する領域からユダヤ人を一掃することだったため、このゲットーはあくまでも一時的な手段でした。つまりユダヤ人を移住させるどこか別の場所が決まるまでとりあえず留めておく場所という位置づけだったのです。こうしてユダヤ人の移住先候補として名前が挙がってきたのがマダガスカルでした。マダガスカルはフランスの領土だったため、フランスを倒したドイツがここに全てのユダヤ人を押し込めてしまおうと考えたのです。しかしここで問題が発生します。制海権の問題です。ユダヤ人をマダガスカルまで移送するとなると海を使わなければなりませんが、当時の制海権はイギリスが持っていたため現実的な計画ではありませんでした。そのような理由で結局のところマダガスカルへの強制移住計画は中止。その間にもゲットーにはどんどんユダヤ人が移送されてきてパンク寸前の状態に陥っています。こうしてナチスドイツはユダヤ人問題をどのように解決するかを考えるようになっていきます。一方この頃のナチスドイツは精神障害や知的障害などと診断された患者を殺していくようになっていました。ナチスドイツにしてみればそのような患者は無駄飯食いやお荷物な存在という負担でしかなく、負担からドイツ民族を解放することはいいことだと考えていたのです。彼らを安楽死させるために作られたのがガス室であり、そのような患者はガスによって殺されていきました。しかし当然ですが、家族や知り合いはそのような不審死について違和感を持ちます。中には自分の家族がなぜ死んだのかを調べる人も出てきたため、すぐにこのガス室の存在は知れ渡りました。これを受けてヒトラーは患者たちの安楽死計画を中止しましたが、ナチスドイツはガス室で機械的に人間を殺すという知識と経験を得たのです。さてそのような中でソ連との戦争である独ソ戦が始まると、ナチスドイツはユダヤ人問題の解決方法を見つけたような気分になりました。ソ連を倒してユダヤ人をウラル山脈の東側に追放しよう、そう考えたのです。こうして独ソ戦はユダヤ人や共産主義者を根絶やしにするという思想のもと、たくさんのユダヤ人やソ連の人々を殺していく絶滅戦争へと向かっていきました。しかしソ連の抵抗が強まり戦線は停滞。独ソ戦が長期化していくと、ユダヤ人をウラル山脈の東側に追放しようとする計画は実現不可能になってきました。もともとドイツは長期戦になるなんて考えていなかったため、ドイツ兵の食料不足が始まります。こうしてユダヤ人に食べさせる食料はないという発想につながり、女性と子供を含む全てのユダヤ人が命じられるままに堀を掘らされ、その前に並ばされて機関銃で撃ち殺されるようになりました。こうしてナチスドイツによる組織的な大量虐殺、ホロコーストが始まったのです。この間にもゲットーではどんどん人口が増えていき、食料品や家などあらゆるものが足りなくなっていきます。そうなると当然ですが、ユダヤ人たちの健康状態が悪化して餓死する人々が増えていき、ゲットーの中では伝染病が広まっていきました。しかしこの状態を見たナチスは、やはりユダヤ人は伝染病の原因だったのだと考えて、自身の妄想を強化していきました。さらに食料不足を受けて
このままでは死んでしまうと考えたユダヤ人たちがこっそりとゲットーの外から食料品を手に入れるようになっていくと、ユダヤ人が密輸をしている、やはりユダヤ人は犯罪を行う人種なのだと考えて、自身の妄想をさらに強化していきました。ここまで来るとナチスドイツの考え方は、ユダヤ人たちが東方で死のうがその場で死のうがもはや重大な問題ではないというものになっていきます。こうしてゲットーを管理する現場の指揮官の間で、役立たずの人間を処分する方法が検討され始めたのです。というのも、これまで行われていたのは銃殺であり、殺害するドイツ兵たちにとって精神的な負担になると懸念されていました。しかも銃殺というのはユダヤ人の数の多さを考えればあまり効率的な方法ではありません。こうして精神的な負担が少なく効率的に大量のユダヤ人を殺す方法として、すでに考えられていたガス殺が注目されるようになり、各地に効率的に人間を殺すための工場が作られたのです。そしてついにベルリンのバンゼーでユダヤ人問題の最終解決に関する会議が開催され、この会議で国の政策としてユダヤ人を絶滅させることが決定されました。この決定によりユダヤ人を強制収容所へ移送し、労働可能な者には劣悪な条件での労働を課して自然に死に至らしめ、労働できない者は毒ガスで殺害するという計画が採用されました。ヨーロッパに住んでいるユダヤ人は1100万人、その全員を抹殺することが決定されたのです。この会議以降、ヨーロッパ各地からユダヤ人が絶滅収容所に移送されるようになり、国の方針として多くのユダヤ人が命を奪われていくのです。